2019年10月4日に公開された R15 映画、ジョーカー。バットマンの大人気ヴィランが主人公として制作された映画であるが完全に独立した世界の物語。それまで1位だったデッドプール2の記録を塗り替え、$5500万の制作費に対して$10億超えという R 指定映画史上初の快挙を成し遂げた。アカデミー賞主演男優賞などの数多くの賞を取りながらもその生産であまりにも生々しいリアルな内容からアメリカでは脅迫などがあり警察が出頭するなどの騒ぎのあった問題作。そんな世紀の問題作の続編の予告を見たネット民の反応をご覧ください。続くんだ。次は精神病院の話か。予告だけですでに面白い。棒で太ってたのにまたガリガリになってんな。1週間遅れなえる。前作は米と同時公開だったよな。予告からして傑作間違いないだろこれ。初日見に行くの確定だけど、全米公開より遅いとなるとネタバレ知ってから見に行くことになるのか。ジョーカーが楽しそうで俺も嬉しいよ。なんやかんやで昔のアニメのジョーカー好き。ハーレーが好きだったから久々にそういう路線なのが嬉しい。今週は思ってたよりも早かったな。他の続編がストとかで延期しまくってたからな。1の終わり方がめっちゃ好きだったけど果たしてあれを超えられるかな。良くも悪くも前作のセルフオマージュ多そうだな。前作が良すぎただけにがっかり作にならないか心配。カタルシスのあった前作と比べてすでにジョーカーと化してる今作では、どういうお話に仕上げてくるのか楽しみ。てっきり前作を経ていつものジョーカーになったかと思ってたけど、続編でもまだ過程の段階なのかな。ジョーカーで終わればよかったのに。ってめっちゃ言われそう。まあけどハーレー出るってことは精神病院脱走成功。これからコンビでどんどん悪いことするぜ。オチやればいいだけだしピカレスクとして大きく外すことはなくない？そもそもジョーカーの一人でしかなくない？予告でもジョーカーに追いかけられてたし。ハーレーとジョーカーって言うから先祖返りしてボニー・クライドとか気狂いピエロみたいなやつかと思ったけど、意外となんかアーサーに戻ってんな。アーサーとしての続編って感じかな。前作ラストはジョーカーとして完成されてる感あったし。前作からの直接の続きなのかな。にしてもあれの続編ってどうなんと思ってたけどいい感じだな。前作は世界中に無敵の人を生み出して批判されたから、今作はそれに対するアンサー映画なのかな。あのジョーカー誰だよ。厄介ファンだろ。いっぱいいました路線はザ・バットマンでやったしかぶせてくるかな。ご機嫌なミュージカルになりそうだ。前作はアメリカンニューシネマで今回はミュージカル映画なのかな。前作に比べて金がかかってそうなのは分かった。意図的にそうしてるんだろうけど、前作に比べて随分画面が華やかだな。雨の中のカラフルな傘って時点で悪ふざけミュージカルを予感させてくれる。シェルブールの雨傘オマージュ。ハーレー絡みだからラブ多めミュージカル多めで予告段階だと少し人選ぶ感じはある。前作のあの感じを期待して見に行ってラブミュージカルだったら肩透かし食らうかもな。まあそれだけじゃ絶対ないけど。1作目の方が人選ぶと思うぞ。あのジャンル20年に1本ぐらいしか作られないし。でも日本だとダークナイトより好評いいし。ミュージカル要素多めっていうのが楽しめるか不安だわ。予告の、What the World Needs No Allies Love。男性バージョンイーナフルでちょっと欲しい。おしゃれさがすごい。随分雰囲気変わったね。フォリアブだからな。フォリアブとは、フランス語で二人狂い。病名は官能精神病。一人の妄想がもう一人に感染し、複数人で同じ妄想を共有することが特徴。映像が美しいね。これが求めてた映画なんだよな。本当そう。映画ファンにはたまらんトレーラーだよ。やっぱアメリカ映画はすげえセンスだな。アーサーの想像上の恋人の話はおつらかったのでハーレーが出てよかったね。実在するのかな。ハーレークイーンが妄想で、結局アーサーは一人ぼっちのままエンドになりそう。ハーレー妄想は予想できるしハーレーと敵対してバトル展開になるくらいぶっ飛んでくるかな。ハーレーも囚人なのか。なんか珍しいな。今回のハーレーは精神科医ではないんだな。もしかしたら妄想彼女だしな。ハーレー自身は実在しないと色々話が成り立たなくなるのでいる。まあフォリアブがサブ隊でハーレーすら存在してねえよ。全部こいつの妄想。は良くない外しだと思うしいるよね。ミュージカルになるって言われてたけど二人の妄想に入ると歌唱シーンになるっぽいな。街中に出てるのは脱獄してるのか精神病で無罪となったか。今回は昔の楽曲使いまくってるらしいな。あとガガの薄いメイク初めて見たけどすげえ美人だな。両方として患者に演劇やらせてるのかな。アーカムアサイラム。で二人狂いの共感が起きると舞台上の二人みたいになるんかな。
階段で二人してジョーカーダンスはちょっとファンサやりすぎにしか見えない。もしかしてほとんどアーカムアサイラム内で済むんか。ハーレークイーンも出るのか。バットマンは相変わらず出ないんか。前作だと子供だったから当分出ないんじゃね。ガが美人すぎて釣り合ってないな。ハーレーが弱男に優しいギャルじゃん。実際元ネタから弱男に優しい狂ったギャルみたいもんだし。ガガ様のハーレー良さげじゃん。ガガのハーレーも悪くねえなって感じ。マーゴット・ロビーのイメージに引きずられすぎてたか。白塗りじゃない時のマーゴット・ロビー見た時に似たようなこと思ったけど、レディガガって普通に美人だな。ガガ様普通に地味めの美人だけど、それでは売れんかったからな。ガガ様俳優やってんのか。何気に最近は俳優業の方が力入ってる。もともと俳優養成所に通ってたバリバリの演技はらしいからね。ハリー・スタイルズが MCU 出たりアーティストの俳優活動に割と寛容よね。アメリカ、ジャレット・レトもそうね。好きだったなレト・ジョーカー。ガガ様のすっぴん映画だとアリースター誕生があるけど、普通に演技うまかった。そういえば未だ地上流行ってないんだなジョーカー。R15 だから。同じ R15 のパラサイトはやったから可能性はなくはないけど。相変わらず美味しそうにタバコ吸うな。また走ってる、と思ったら自分に追いかけられてて、その後車にひかれててダメだった。そういや前も惹かれてたな。予告編ですら溢れるゴッサムしての民度の低さ。ジョーカーには多分嫉妬しなくても評価はされるタイプだと思うよ。嫉妬したらすごいいいけど。前作がすごい人気だったしその流れで今作もヒットするんじゃないの。DCEU の打ち切りも関係ないし、他には大作ないし10億ドルはいくだろうな。まあなんでもいいや。ホアキン・ジョーカー見られるなら。前作の影響考えたらジョーカーには公開制限かかる映画館多そうだな海外。作中の革命っぽいムーブメントまだ続いてるっぽいし、そのあたりちゃんと書いたら順当にスケールアップしてそう。5時コントい最近絶好調だな。この俳優ジョーカーやって大丈夫なのかな。人生調べやわかるけど主に家庭環境が中年まで生き延びて、元気に俳優やってるのが奇跡の人なので問題ない。ジョーカーやる前から全カーリのジョークセンスかけてる人だから大丈夫。ホアキン・フェニックスの逮捕歴はジョーカー公開後の2020年1月の環境破壊反対デモで逮捕されたことしか情報が出てきません。他には容疑者ホアキン・フェニックスというフェイクドキュメンタリー映画で多くの人を騙したことなどはありますが、他の前科などをご存知の方がいたらコメントで教えてください。ホアキンなら他の映画でもこの役やってて大丈夫かな。って感じてるから逆に安心。まだバットマンいないのにアーカムアサイラムにぶち込まれたのか。まだっていうかこの世界にスーパーヒーロー出されてもな。ガラス越しの口紅のとこちょっと鳥肌立った。合わせ方がうますぎる。口紅に顔寄せて笑ってないホアキンをジョーカーに見立てる感じね。と思ってたらホアキンがニッと笑うのが本当。